ギガスクール構想に基づく小中学校での1人1台端末の活用がスタートしました。クラウドと1人1台端末を活用した授業で子どもたちの学びはどのように変わるのでしょうか。先駆けて取り組んだクラスの実践をご紹介します。朝7時過ぎ、子どもたちが来る前の教室で仕事をするのは6年1組担任の浅井光太先生です。浅井先生は毎朝子どもたちが投稿してくる宿題の日記に1人ずつコメントを書くのが日課です。なので回収するのにも手間がかかったりとかなくしたとかもあるんですけど、デジタルだったらデータですので回収するのもワンクリックですし、配信するのもワンクリックでできるので、そこら辺は便利だなって思います。僕はどっちかというとずっと紙で生活してきて、自分の教員の生活の中でもほとんど紙だったんですけど、子どもたちなのですごい抵抗はあったんですけど、子どもたちの方が抵抗なくやっているような感じがします。教室に入ると持ち帰っていたChromebookを取り出して早速使い始めます。みんながまずチェックするのは先生からの連絡。それが済むと授業の準備をしたり係活動の連絡をしたり、子どもたちにとってChromebookは学校生活に欠かせない道具になっているようです。1時間目は学級活動。在校生に残したいメッセージを伝えるポスターを作ります。まず何を残したいか、はじめに学習の進め方を確認します。それを、キャッチコピー、ポスターのキャッチコピーとして、ピラミッドチャートにしてみんなで話し合っていきましょう。話し合っていろいろ具体的に思考ツールで広げることができたら、実際にこちらのポスターの方を共同編集していってください。今日の司会は2番です。はい、では行きましょう。用意スタート。まずは班ごとに伝えたいメッセージを決めます。 Google スライドで作った1枚のワークシートに班の全員が一斉に考えを書き込みます。次は共有するスライドの1枚に自分や仲間の考えをもとにして思いつくキャッチコピーをピラミッドの一番下に書いていきます。今度はその中から自分がいいと思ったものを上に上げ、意見を絞っていくのです。ところがこの班は2つまで絞ったところで進まなくなってしまいました。どうしようか、じゃあ。すると司会の子が班で共有しているスライドに新しく表を作り始めました。もう一度みんなの考えを集めて整理しようというのです。反対する人はいません。考えを整理してまとめる方法が身についているのです。書いた理由を伝えるのもいつものパターン。後輩たちにその感謝の気持ちを伝えましょうっていう。さて結果は、まずもみんな支えてくれた人、物に感謝をしようという。はい、じゃあこれに意見がまとまりました。コンセプトが決まったら写真撮影です。今回は写真を使ったデザインで作ることが決められています。どの班も工夫を凝らした写真を撮影します。撮った写真を班で共有するスライドにレイアウトしながら仲間と一緒にポスターのデザインを決めていきます。誰でかくしたこんなに。はい。これ上にして。待ってみんなプロの作品も参考にします。ここで
一旦班ごとに発表します。およそ30分でここまで仕上げることができました。クラウドを活用し、作業を分担しながら進めたことで、学習を大幅に効率化できたのです。この段階の作品をクラス全員で共有して、お互いに参考にしたり、意見交換したりして、後日仕上げていきます。体育の授業。今日はマット運動です。開脚前転、開脚後転の完成度を上げるのが目標です。子どもたちには事前に宿題が出されていました。インターネット上の動画を視聴し、開脚前転や開脚後転をする時のポイントを整理して Google スライドにまとめてくるのです。友達がまとめたスライドをみんなで一緒に見ながら技のポイントを確認。模範演技の動画を見たら実際に体を動かします。Chromebook を持ち帰り、家庭学習と組み合わせることで授業中は実技の時間を長く確保することができるのです。授業では自分の動きを Chromebook で動画撮影をします。ところが撮影した動画を授業時間内でじっくり見て分析する子どもはいません。撮った動画を確認したらその場で Google ドライブにアップします。アップした動画は家で見て授業の振り返りを書いたり、先生からアドバイスをもらって自分の改善点を見つけることもできます。それを次の授業に生かすことができるのです。この日は開脚前転、開脚後転に加えてロンダートと3種目が練習できました。体育の授業を見た印象を常葉大学の三井和樹さんは、そうですね、今までのやはり体育ってどうしても自分の動きが見えなかったので、実際に撮影してその場で見るっていう実践はたくさんあったんですけども、今回の浅井先生の学級のすごいところはもう宿題で事前にお手本の動画を子どもたちが家で見てきます。で、各自それぞれそのお手本の動画のポイントを書き込んで、それを実際学校に来てそのポイントを自分が書いたものを試してみる。でそこで自分の動画を撮ってまた家で自分の動画がどうだったかってことの振り返りを書くみたいな、サイクルがうまく回っていたなと思います。体育の授業だとどうしても端末操作に気がいってしまうと運動量の確保の点ではすごく課題が残ってしまいますので、そういった点をうまくカバーするためにも家庭学習と連携したりとか、家でやってきたことを実際に学校で試してみるとか、その中で友達同士でコミュニケーションを取ったりとか、そういったことの中にうまく端末を溶け込ましているような授業実践ではなかったのかなと思います。3時間目は家庭での宿題と連携させた社会の授業です。この日はまだ歴史を習っていない5年生がワクワクするような戦国時代のウェブサイトを作ろうという内容です。これはある子どもの宿題です。授業に備えてウェブサイトで伝えたいことを考え、情報を集めてくることが宿題でした。戦国武将の関係図や地図など細かなところまで Google スライドでまとめています。もう一度ルーブリックを確認しておきましょう。活動に入る前、Google クラスルームでルーブリック評価を確認しました。これはこの授業の目的がただサイトを作るだけではなく、サイトを見る対象を意識して作ることが大切だということを確認するためです。では、時間は何分まで取ろうかな。とりあえず50分に声をかけます。はい、では用意スタート。まず個人の考えを Google スライドのシートに書き込み、班で共有します。次にピラミッドチャートでサイトのタイトルを最後の一つまで絞り込み、クラゲチャートでサイトのメニューになる要素を挙げていきます。
このような思考ツールの画像を Google スライドに貼り付けることで学習内容に応じた使い方ができるのです。あとはページごとに受け持ちを決めて、それぞれが Google サイトでページを作っていきます。Google サイトを使うとサイト作りも短時間でできてしまうので、内容を考えるところに時間を割くことができるのです。時間内にできたところまでで一度作業を止めて、宿題で全ての班のサイトを見てくることになりました。先生が各班のサイトのリンクをみんなに共有します。お互いに参考にしたり、意見交換しながらサイトを完成させていきます。クラウドを使うことにより、学校での学びと家庭での学びが直接的につながります。Chromebook を使った授業に子どもたちは、友達とも共同作業が増えて仲良くなったり、家でも動画を撮ってそれを編集して学校で発表するなどもできますし、他の学校のことも、なんていうの、こう授業が一緒にできて、すごく楽しくなりました。私はこれまで結構一人で作ってきたことが多かったので、友達と協力しながら、作るっていうことを主に学べたんじゃないかなと私は思いました。本当に最初はもう失敗をしないように子どもたちが端末を持つことによって何かこう問題行動に発展しないように注意深くいたっていうのを覚えています。いろいろなきっかけはあるんですけれども、なんか、端末を渡すともうやれることがもう無限大というか、たくさんのことができるようになってきて、で、ルールをそれごとに設定をしていこうかなと思っていたんですけれども、例えばツールごとにとか教科ごとにこの教科ではこう使うよっていうようなルールをやろうと思ったんですけれども、もうルールも無限にできてきてしまって、要は教員側も管理できないし、子どももあれ何のルールだっけって、もうルールが形骸化するというか意味を持たなくなってきたなっていうようなってくるだろうなっていうふうに思って、それじゃあ多分今育てようという子どもたち、育てたいっていう子どもたちじゃなくて、本当にうまく使えないような子どもたちを育ててしまっているなっていう風な感じがしてきましたので、これはもう自由に使わせていく中でちゃんと管理させる、自分で、制限をして自分の中で決められたルールにのっとって、使えるように僕がこう教えていくことが大切なんじゃないかなって思って、そこからなんかルール縛り付け方からもう自由にやらせて、で子どもたちと一緒にルールを考えていくっていうスタイルに変えました。放課後の教室、浅井先生が他校の先生と Chromebook をさらに活用するための情報交換を行っています。個人情報じゃないけども把握できる積極的な取り組みの輪は校内だけではなく地域の先生方にも広がっています。教科書とノートで考えていった時よりも一つ選択肢が僕の中でも増えたので、これはパソコンChromebook でやろうかな、これはノートでやろうかなっていうような取捨選択の時間が増えてしまって、なんかこう一人一台になってよりなんか負担感が増したなって思ったんですけど、なんか子どもたちが育っていくにつれて僕自身もなんかこういう時にChromebook使えるし、なんかじゃあこのスライド共有しといてっていうともう自由にポンポンポンというふうにやってしまうので、なんかそういうような、手間っていうとあれですけれども、教科に向かわないよう、教科のところじゃないような指導がすごい手短に済むようになってくると、なんかChromebookを使った授業っていうのがすごいやりやすくなってきて、でそれで例えばプリントを配布して回収する作業もChromebook ならワンクリックでできてワンクリックで回収できますので、そういったところでかなり効率化ができてきたので、今かなり負担感っていうのは減ってきたと思います。最後に ICT を活用した授業を研究している東北大学大学院教授の堀田達也さんにお話を伺いました。こ
こういうふうに子どもたちに端末が来るわけですけど、やっぱりどこの学校でもですね、まずやってみるかっていう考え方を大事にしてほしいと思うんですね。でこのギガスクール構想っていうのは、子どもたちが自分たちで道具を使いながらいろんなことを調べたり、友達の考えを見たりしながら自分の考えを深めていく、そういう学び方をやってほしいがために用意された情報端末なわけです。ですからその趣旨を生かして、先生が今までみたいに全部把握するんじゃなくて、もう子どもたちに任せていくような、最初は大変なんだけど半年ぐらいかけてそういうふうにやっていければいいかなと思ってます。